こんにちは。今回私はニューヨークタイムズ2025年に行くべき52カ所のうちの一つに選ばれた富山県富山市、その横の横にある高岡市に行ってきました。観光していてとても面白いと思ったスポットを紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずは高岡市の場所についてです。高岡市は本州のほぼ中央で日本海に面する富山県の北西部に位置します。東京駅から新幹線1本で3時間かかるかかからないかぐらいで行くことができます。新幹線の駅としては富山駅と金沢駅の間にあります。高岡市には3つの伝統的建造物群保存地区があり、このエリアは山頂筋伝統的建造物群保存地区となります。ここの他に後ほど紹介する金谷町伝統的建造物群保存地区、それから前回のパートで紹介した吉久の伝統的建造物群保存地区があります。この山頂筋には土蔵造りの町資料館という場所があります。ここは町屋の一つ旧室崎家住宅です。昭和20年まで卸売業を手広く営んでいた高岡でも屈指の方の家を見ることができます。日本のあらゆる場所の贅沢な素材を使った座敷を見ることができます。この家には土蔵があります。この地区全体的に土蔵がたくさんあるのですが、この土蔵は明治33年の大火で焼け残った土蔵と考えられています。他の場所は焼けてしまって、そこから土蔵作りにしようということで、この地区には土蔵の蔵が増えたと言われています。レトロ感もあり、そしてものすごく高級感もある佇まいの家を見ることができました。こういった貴重な資料になる家はしっかりと保存をしていってほしいものです。同じ山頂筋には旧高岡共立銀行の本店があります。この建物はレンガ造りのとても綺麗な建物となっています。山頂筋伝統的建造物群保存地区にあるこのレンガの建物、少し見覚えがあるような建物です。例えば盛岡の銀行だったり東京駅だったり、この盛岡や東京の建物は辰野金吾氏が直接設計しているのですが、この旧高岡共立銀行本店は辰野金吾氏が監修をしています。建物を見ているとやっぱり似ているなととても思います。窓枠とかひさしとかを見ていると盛岡銀行そっくりな気がしてきます。そして裏にある変電設備でちょっとレトロな気分から現実に戻されてしまいます。この山頂筋周辺では毎年5月1日に高岡三車山祭りが開催されます。三車山は前田利家が豊臣秀吉から配慮をしたものを加賀藩2代目前田利長公が1609年に高岡に城を築いて町を開いた際に城下の町民に与え、高岡の城下町で手を加えながら代々受け継いできたものと言われています。なので山頂筋の山という漢字、これはお祭りで使う出汁のあの山の漢字から来ているのかなと思いました。Google で調べるといろいろな写真が出てくるのですが、とても豪華でリッチな出汁だと思いました。山頂筋周辺は
以上です。山頂筋から金谷町までは歩いて10分くらいで行くことができます。この金谷町もまた伝統的建造物群保存地区となっています。金谷町に来る途中に芳名橋という橋があります。ここに市政100周年を記念して金色の鳳凰像が設置されました。とてもかっこいいです。高岡銅器発祥の地と言われる金谷町。この道の石畳もとても綺麗ですが、格子の家が美しく、江戸時代の風情を色濃く見ることができます。この鋳物資料館では、高岡でどのようなものが作られているかを見ることができます。例えば、高岡駅前のドラえもんの像、鳥取の境港にあるゲゲゲの鬼太郎とか、他もかなり多くの銅像が高岡から出ています。古い家の様の子も綺麗です。そして要所要所で風鈴の音が聞こえるのですが、やっぱりこの風鈴の音がとても綺麗です。こういった静かな誰もいないところで風鈴の音を聞くとすごく癒されます。そしてこのエリアには珍しい芸術館があります。この緑色に輝くガラス、これはウランガラスと言われるものです。ウランガラスといってブラックライトを当てるとこのように緑の輪光を発します。ここのオーナーさんがコレクターでいろいろ集めて展示したものを200円で見ることができます。鉄とか銅とか見て疲れた後はこういった綺麗な輝きを見て優しい気持ちになるのも一つだと思います。そしてあまりの綺麗すぎて私はサイコロのウランガラスを買ってしまいました。ブラックライト持ってなかったのでAmazon で大至急買っていましたが、とても大満足しています。そもそもなんですけど、今回の富山旅行で私お土産多分このウランガラスのサイコロとカンコンタンの 2,3 種類ぐらいしか買ってない気がします。そしてここで展示されているウランガラスのいくつかは何でも鑑定団にも出ているそうです。金額はなかなかそれはちょっと聞けなかったんですけど、ただそれぐらい立派なものだそうです。このように現地でブラックライトを当てて説明してくれたり、ガイガーカウンターの青のところで安心安全の値ですよっていうのを見せてくれます。散歩していて楽しく伝統的なものが見られて、そして美術的なものも見られる、とても面白い通りだと思いました。金谷町からホテルに戻るときに水のペットボトル買って一気飲みしました。普段私水のペットボトルあまり飲まないんですけど、今回はここに来たかったためにあえて水を購入してそのペットボトルを開けました。私が来たのは影梨井戸です。富山の名水にも登録されている井戸で、影梨坂にあることから影梨井戸と呼ばれています。日照りがすごくても枯れることがないと言われていて、約230年前に親孝行者の六兵衛が掘ったものと伝えられています。とても感動的なエピソードです。お水とても美味しかったです。そして夜ご飯は寿司食いねえの回転寿司、ただ目の前で握ってくれるので全然回転はしてませんでした。とても美味しくて、沢のへしこの寿司最高でした。ホテルに戻った後は牛乳の飲み比べを久しぶりにやりました。このおわら風の盆、美味しかったです。高岡旅行2日目、朝から来たのは瑞龍寺です。
このお寺は加賀藩2代藩主前田利家公の5代を弔うために3代藩主利常氏によって建立されたお寺です。この総門を見ると梅鉢の家紋がたくさんあります。これ前田家の家紋です。そしてこの瑞龍寺には国宝に指定されている建物があります。先ほどの三門、そしてこの仏殿、そして一番後ろ側っていうんですかね、奥の方にある八塔、この3箇所が国宝となっています。そして八塔には臼様明王と呼ばれるトイレの守護神の像があります。あと仏殿には釈迦如来、普賢菩薩、文殊菩薩だそうです。国宝に指定されるだけあってやっぱり彫刻がすごく綺麗です。屋根の裏、軒のあたりとか見るとそういった楽しみができます。あとはこの仏殿の瓦、鉛でできています。総重量47トン、火縄銃の弾に換算すると250万発分に加工が可能なようです。建物のバランスとかを考えると上を重くするよりも下を重くした方が絶対にバランスがいい。なので屋根なんか軽くてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、この時の知恵なんだと思いました。とても楽しかったです。そしてライトアップもされているようなので興味がある方はぜひ Google で調べてみてください。そしてこの瑞龍寺の入り口から東側なのかなにずっと道がまっすぐに伸びています。八丁道でしょうか。この道の先に前田利長公のお墓があります。武将として日本で一番大きいと言われています。お墓なので今回行きませんでした。そして入り口にはキリン焼きというのが売ってます。2種類食べました。2つとも美味しかったです。高岡市の街並みって歩いてるだけでもとても楽しいです。例えばこのようにドラえもんの銅像があったりします。私は新高岡駅の近くのホテルに泊まったので、そこから瑞龍寺まで歩いて、で瑞龍寺から高岡駅を通って高岡の大仏まで行って、でその大仏から高岡のお城まで行って、そこから藤子 F 不二雄先生の資料館まで今回歩きました。でさらにそこの資料館から今でまた高岡駅まで歩いて戻るという本当に散歩旅になったんですけど、ただとても面白いです。この今歩いてる通りが新高岡駅から瑞龍寺まで行く道です。しっかり道に名前が付けられています。その名も瑞龍寺道です。途中にこういった看板があったり、あと道が綺麗だったりするので歩いていて楽しいです。あと新高岡駅付近に泊まる方気をつけてください。ホテルの近くにはお店、夜遅くまでやっているお店があまりないです。なので私はイオンまで行きました。で駅を挟んで逆側に薬局あるんですけど、薬局夜8時ぐらいまでしかやってないみたいなんで、本当に酒飲みたくなったって言ったらホテルの1階の自販機とかそういったところなので、ホテルに着く前に駅のコンビニで買っておくのが無難だと思いました。そしてこれが高岡駅前の景色。結構栄えてますよね。高い建物もあって、正直驚きました。もっと田舎だっていうイメージがありました。地元の方には侮るなかれ富山県2番目の都市だぞと怒られてしまうかもしれません。ただそれぐらい栄えてはいました。そして観光都市みたいになっているので、歩けば何かしらと見どころが多いです。
あとですね、世界で2番目に美味しい焼きメロンパンアイスの店がありました。駅前の商店街とモールみたいなところを抜けていくと、高岡大仏があります。高岡大仏は日本三大仏の一つに選ばれているようです。とても顔がかっこいいイケメンで有名らしいです。この大仏様、遠くから見ると目をつぶってるように見えるんですけど、近くまで行くとうっすらと目を開けてるようなんですね。見る場所によって違う、見え方が違う、そう思いました。あと大仏様の下がちょっと展示、絵の展示とかがされています。あとこの紋章、吸ってる釣り元がなんか危うい感じがしました。見る時間としては5分10分ぐらいなんですけど、とてもギュッと見応えが凝縮されていて、すごい見応えとともに、これが日本三大の凄さなんだなっていうのが実感できました。この大仏様から歩いて5分10分かからずのところに高岡城跡があります。道の途中には古い家とかがあって、これまた面白い場所でした。次に来たのは高岡城の城跡です。明治以降、公園として開放されています。ここは加賀前田家2代当主の前田利長が築いたお城です。1615年の一国一城令で廃城となりました。ただ、この水の堀ですね、あと土塁、これが残っていて、とても美しい場所です。公園は芝生が敷かれていて、ちょっとお城っていう感じではないんですけど、ただ、とても綺麗だなと思いました。そして、このお城、日本の百名城に選ばれています。それだけ公園となっている今でもとても綺麗に整備されていて、そして前田利長公の銅像があったりして、とても楽しめる公園であると思いました。で、近くには芸術の森とか博物館、あとね、動物園なんかもあるようです。今回は行かなかったのですが、時間があればぜひ行って、そういったところで中を見てみたいなと思いました。高岡城跡は以上です。高岡城跡から歩いて10分くらいのところに、高岡市藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーがあります。ここは先生が出身が高岡市ということで、駅前にドラえもんの銅像があったり、あとはトラムでドラえもんがプリントされた車両があったりします。中は撮影禁止なんで特に撮ってはいないんですけど、とても面白かったです。ドラえもん世代、そしてドラえもんより上の世代の私にとってはとても魅力的な資料館でした。そしてここから高岡駅に戻るには越中中川駅または広小路、これトラムですねで行くかバスで行くかなんですけど、私はあえて歩きました。っていうのが、この道沿い桜がすごく綺麗だったんですね。とてもおすすめできる散歩ルートだと思いました。高岡駅に戻ってきた後はそのまま富山駅まで移動して、ニューヨークタイムズ2025年の52カ所に選ばれた場所の一つ、富山市を楽しみたいと思います。富山市は昔1回行っただけだったので、久しぶりに行ってとても面白い場所だと思いました。こちらは次回の動画になります。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。高岡市に興味を持っていただいた方はチャンネルとコメント、高評価よろしくお願いします。